皆さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。深夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは僕桐山和久と住深夜と加田聡です。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストです。はいさあ、うん第8回目です。そうですね。結構やってきましたね。確かに8回目ですよ。確かにでここまでやってきてなんですけど、はいなんかこういろいろこうね、ずっとこうセイレーンとはとかうんいろいろ話してきたじゃないですか。はいはい。なんかこう子供の頃とかに、なんか童話とか昔話とかいろいろ読んだと思うんですけど、うんなんかこれ信じてたなとか、なんか親から聞かされてうずっとなんか小学生になるまで信じてたやつあったなとかってのはあるのかなっていうのがど気になった。どういうこと？どういうことですかブ俺らがブギーマン的なこと？でギタンスの奥からやってくるブギーマン的なこじゃなくてなんかこうね、ずっと迷信みたいなものを結構信じてたなっていう。何ですか？僕たちがおっさんだから子供の頃の違います話を聞いてちょっと違います近づこうとしてるんですか？違います。僕にもあったけどその頃はって話です結局。と？信じてたものか。そうそうそうなんかだからオあーカルト的なやつでもいいけど、なんか信じてたことある？いやオカルト的なやつでも怖い話やなと思ってたのは、うんスイカの種を飲み込むと、あ生えてくるよっていうね。はいはいはい。めちゃくちゃ怖いなって思ってあったね、そんな。だから種は食べちゃいけませんっていうのはいをもうガチで信じてたし、今も信じてる、どっちかいうと。だって吐くもん種なんでスイカだけなんです怖いよね。なんか種食べれるようなフルーツっていっぱいあるじゃないですか。あるあるあるでもスイカだけじゃないですか。なんかなんでそ言われるんなあかんのって。みたいな。ほんでなんで信じてんの今？だって種出すやんか。うん。種出す習慣がまだあるっていうことは、うん心の奥底ではまだ信じてんやろうなまと思あうね。食べへんもんだって。うんガキだね。ガキなんで。帰着そこですか。ガキだね。なんかあるんですね。うんでも子供の頃信じてたこと。はい。でもやっぱ幽霊信じてたんじゃない俺？ああそうですか。だってな、怖かったもん。あんた出るもんな。出てたような気するもんね、実家が。そういうお話なんか聞いたあーいやお化けエピソードいやが。僕のねお家がお医者さんのお家なんですよ。はいはいで1階が診療所で、2階から3階部分が住居スペースや、はいほうほうまあ怒るよね。それ怖いよね。は本当にありそうですね。いや怒ってた。いやだからリビングでねテレビ見ててね、もう俺一人よ。みんながご飯食べに行ってて、はいはい俺は中学生の頃でさ、なんか行かないよとかって言いながら、うんそうほんで犬と猫とねこうやって犬と猫をここに両脇に抱えてこうテレビ見てたらなんかパチャって音鳴った気がして、はいはい。でって見たら犬と猫もそっち見て、うわーそれ絶対そういうことだ。気になる怖いしかもちょうど怖い番組見てたんよ。あー余計やそう余計怖くなって、いないってやってた。じゃあもうなんか信じてたことっていうかもう本当実体験としていやでも分からへんやん。でも信じたくないけど、うん信じざるを得ないことがそうそうそう起こっちゃったからね。うん超常現象の時になんでその話せなかっ確かに。いやいやもうでも信じたくない気持ちもあるやん。たまあまあそれはね、あー確かにそう結構あんのよそういう話が僕の家。いやもう怖い。うん結構ある。で逆に音鳴るぐらいやったらもう慣れてるところもあるし、逆え怖っ。ドン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 ってなってもいや一番気になる音が一番気になる。スポットですかそういう。ねご近所で有名になりそうですけど。あったんじゃないいや怖いですね。あった怖い信じざるを得ないことがいやーちょっと怖かったね。そういうことですよね桐山君はなんかない。僕そうガチで信じてたことがね、うち本当に多分家系なんでしょうね。もう親もですし兄弟もですし、本当に現実主義なんですよ。はあ誰一人と夢を見ないっていう主義なんで、なんかそれこそねサンタクロースとかあるじゃないですか。うんあーまあ可愛い子供の頃はやっぱりねそれはもちろんもちろんお父さんお母さんに手紙とか渡して、うんプレゼントこれが欲しいってサンタさんに渡してねみたいなのあるじゃないですか。はいうちそれが全くなかったんで、え本当にちゃんとそのクリスマスの直前になったら両親と一緒におもちゃ屋さんに一緒に行くっていうのが普通に習慣だったんで、サンタがどうのこうのとかもなかったんですよ。サンタはじゃあ周りがサンタさんがとか言ってるわけでしょあ周りが。だみんなのところにはサンタさんっていうのが来るらしいが、うちはちゃんと父ちゃんと母ちゃんと買いに行ってるよっていう。一回聞かなかったんですか無邪気な気持ちで。うちにはなんでサンタさんが来ないのって。全く思わなかったです。だからも思わなかっうみんなそういうもんなのかなと思ってたんで、そう普通になんか
欲しいものをわかる親に言ってあるじゃあ一緒におもちゃ屋さん選びに行こうかをみんなやってるもんだと思ってたかわかるわかるなるほど。うんら、でなんかそのこじつけとしてサンタさんというものがクリスマスにいるっていうなんかそのね、なんかそういうことなのかなっていう。こじつけって言って。わからんやろうけど、うんまあやっぱこうクリスマスとか誕生日とかにね1万円だけ渡される感じやね。ちょっと待ってください。この椅子の感じと一緒の感じで、ちょっと話す感じになるけど。ちょっとここでなんか壁があるのかもしれない。あるもう僕はサンタさんいると思ってたし、うん枕元に置いてあったっていう経験はあるんで、うんやっぱりあー思ってたっていうともうこの時点でなんかもう残念な感じだよな。まあいやいやでも信じてる方が素敵やと思ういよ。やーそれはまあね、やっぱ中学生ぐらいまでは信じてほしいかな。信じててほしい。うんまあ夢はありますからね。うんなんやろな、ね、信じてない側からのその発言は一体何なのっていややっぱりね、そうですおもちゃをねやっぱ1万円だけ持って買いに行くのとはやっぱり訳が違うから。これそれだいぶ切ない話ですね。その時にうんじゃあサンタさんからのプレゼントだよとか、サンタさんからこれ預かってるから買ってきとかじゃない。じゃあ逆にそれ嫌じゃない。確かにサンタさんからサンタさんってお1万金円渡され配るのってて。話じゃないですか。それはそう嫌やそれはそうちょっとお金ちらつかせちゃったらちょっともうサンタさんのあれいらないんですちょっとね確かにねうん確かにね。その当時から欲しいものお金って書いてたんかなみたいな。そんなことはなかったけど。じゃあもうもらってるわっていうね話ですからね。そんなことはなかったよ。まあそういうことですわ。なんかねちゃんと夢があるかないかで結構変わってきますもんね、子供の頃にね。悲しいこと。はい、ということでね、はいはい始めていきましょう、はいミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ、最後までごゆっくり。この番組は世界のオカルトをテーマに語るブラッドエディションとオーディオドラマ X&B をお届けするストーリーズエディションを交互に配信していきます。今回はですね、今これ今回はですね、はい今回はですねブラッドエディションなんです。ブラッドでした。はいはい。まあ今日は何について話しますか。どうしましょう。どうしますかね。ね X&B の根幹の部分っていうのが吸血鬼なんですけど、そうですね。ね最近ね私見てたアニメがあって久しぶりに見てたアニメがヘルシングっていうのがあってねヘルシングの中ではいとある条件を満たしてる人のみがそのヴァンパイアに噛まれたらヴァンパイアになる。なるほど。で、もうそれが済んじゃってる人はゾンビになるっていうのがあるんですよ。恐ろしいお話そうですよね。そうゾンビになるっていうのがあるんですけど、どうですかゾンビって。ゾンビ。うん結構私ゾンビ映画とか見るんですけど、ああそうなんですか。だからゾンビの話しましょうよ。ゾンビの話ですね。僕はあれ見ましたよ。何？新幹線。あ、新幹線ね。はいはいはい、韓国の映画のね。はいはい。やっぱでもゾンビって怖いなと思いますよ。まあそれそうよな。一生増えていくじゃないですか。そうやね。でどうやって助かるかっていう想像があんまりつかない自分が。あれどこに行ったら終わりが来るんそうそうそう確かにそう。終わりがないじゃなも一いうですか。回始まったらもう無理よな。無理。そうですね。あんなんどうやって逃げて国滅ぼすぐらいいかんと勢い無理よな。でゾンビってイメージでゲームとかあるじゃはないいですか。はい。動きが緩慢な、なんかがゆっくり襲ってくるみたいな。でも作品によっちゃ走ってくる。ありますね。ありますね。あれはどういう違いがあるのかなとか思って。いや確かにね。でどんどんさその他にもなんか合体していくやつとかいるしね。はいはいはい。どうやったらいいのあれ。どうやったらいい。どうやったらいい。で噛んだりとかさ、そんなんしてゾンビに感染してゾンビになるじゃないですか。でもゾンビはゾンビを噛まないじゃないですか。はいはい。確かに。あれもそれ答え出てるんよ。あるんですか？答え出てるんよ。そうなの。ワールドウォー Z で答え出てるんよ。出たんですか？あ、出てますね。ゾンビウイルスは結局自分たちのウイルスを広めるために相手を噛んでるわけやから同じやつは噛まないんですよ。あ、もう用がないと。もうそうなるほど。で他にもあってもう死に至る病にかかってる人噛まへんかったりね。じゃあこの人噛んでも必要性ない繁殖じゃないけどそう増えないからそうっていう人は避けて通るっていうのをワールドウォー Z でやってんのよ。で助かる方法として死に至る病に見せるウイルスを体に打ったら避けていってくれる。そうそういう匂いをすごいね。嗅覚がね。そうだから自販機でバーンってガガガガって音出してゾンビがガーって寄ってくんねんけど最後ブラッド・ピットが全部って避けてあんのよ。
あれもうねワールドウォー Z ほんま10回見ても面白いから大好きだよ。いまだに何回も見ちゃうね。なんでここでそれすんねんお前みたいなとか結構あるから何回もそう何回見てもそう何回見ても突っ込めるからなんでそこでお前そんなんするかねお前みたいなやっぱそういう目線で見てんねん。そういやだからすごいウイルス学者の人を連れてなその発生源となった場所に行くねんけどこいつを絶対に守れみたいなウイルス学者絶対に守れよって言ってたら着いた途端に死ぬみたいななんでやねんみたいなお前なんでやねんみたいな何しに来てん俺たちお前すぐ死ぬみたいなお前何しに来てんこれをね10回見た俺は見てるだいぶ見てるめちゃくちゃ面白いよ。ほんで主人公がまあ言うなりゃそこに赴くわけやんか、で主人公は家族もいるわけ、で家族から電話がかかってくんねんな、ゾンビがいっぱいおるところでわかる？ゾンビがいっぱいおるところに家族から「大丈夫？」って電話かけてくんねん。じゃあ着信音ジャリリってなって「お前何してんねん」みたいな10回思ったじゃあ捕食じゃないんや。お腹空いたから食べるとかじゃなくて広めるためやな。ウイルスのでもそうやんウイルスってそもそも広まっていってそう滅ぼさないために広まっていくからじゃあまたやっぱこの吸血鬼が噛む理由とはまたちょっと違ってくるそうやねんな。だからゾンビウイルスのやつと他にもねレックっていう映画がありましてね。すみさん一回待ってもらっていいですか？桐山君あれ読んでもらっていい？そうですね。ですね今夜のテーマはゾンビ。これいるこれ。ここからはオカルトとミステリーをスパイスに夜のスナックタイムを一緒に味わっていきましょう。もう味わったよ。味わったよ。セリフでした。もう味わいましたよもうそれ。こっからなんですよすみさん。いらないよ。もう十分盛り上がってたじゃん。どうしたんだよ。でレックっていう映画があって、レックっていう映画があって、レックっていう映画の中でゾンビが結構広がっていくんやけど、マンションの中でね。でゾンビが広がってたと思ってた。ゾンビウイルスがあるんやって思ってて、レック2で悪魔が広めてたっていうのが分かって。また別にいる悪魔が広げてたのよ。悪魔が広げてた。悪魔出てくんねん。なんやねんそれ。だから悪魔のほんまに悪魔のウイルスやって。はあ。シンプルに悪魔によるウイルスがゾンビだったんですね。何を目的でそんなことするんですか？恐怖をね拡散させるための。悪魔やな。恐怖なんだ。みんな見てください。あくまで気持ちの問題なんですね。映画いっぱい見てください。いやゾンビ映画多いです。ゾンビ映画多いからまあ新たな切り口やなとは思ったね。まあ人気は人気ですよ。そう。じゃあそんだけ見てたらやっぱ助かる方法とかも知ってるんですか？まずよく走ることです。逃げる方なんです。助かるというか。とにかく噛まれないために。とにかく走る。だから普段からの鍛錬を怠らない。なるほど。ゾンビから生き残る方法っていうのはもうね本になってるんですよ。そんなのあるんです。それを映画化したのゾンビランドっていう映画もあるんです。とにかく走る。絶対に追いつかれないこと。嫌ですね。日々の鍛錬の目的は逃げるのが鍛えてるんですか？なんで鍛えてあるんですか？ゾンビから逃げる。そうです。誰が納得してくれるんですか？でもそれも当たり前かのようにそういうこと。仲間を作らないとか。そうなんです。そう一人の方が身軽やと。いろんな方法があるんですよ。自分が足を引っ張る可能性もあるし、引っ張られる可能性もある。そうなんです。情が湧いてしまう。そう。だからそういうものがあるので、ぜひ皆さんいっぱい見てください。結局？助かる方法なんてもう走るしかないんです。躊躇なく頭を潰すとかそんな。でもそれで言ったら、じゃあ今ゾンビの世界だとして生き残れそうです？無理ですよね。無理。走ることだって言われちゃったら全然無理です。俺引きこもっちゃうと思う。もうスーパーマーケットとか食料とかが多いところに引きこもっちゃう。尽きるぞでも。でそこ侵入されたらもう一発アウトですよ。いやなんとかして収まるのを待ちたい。いや収まればいいね。突破されますって。だってゾンビって泳げる？でもどうなんやろうね。やとするならば海に逃げるとかね、国を変えるために。でもそれもあると思う。確かゾンビから逃れる方法に海に逃れる。溺れさせるっていうことですよね。そういやだからもう泳がれへんからとにかく海に逃げて船の上で生活するとかそんなんあると思う。あんまイメージないもんゾンビがクロールしてる。確かに。でも結局なんかゆっくり歩くゾンビもいれば走るやつもいるじゃないですか。泳げるやつも絶対出てきます。
やばいやでも人間がさそもそも海とかで浮く理由っていうのがさやっぱ空気が入ってるから確かにゾンビないはずやから。あ、呼吸してないか。呼吸してないの。やっとするならば海や海や。船で確かにもう海が一番いいのかも。で違う国では蔓延してないことを願って逃げるわあんねんワールドウォー Z で飛行機使って飛行機の中でわーってなっちゃう。終わりやね。やもうダメだ。やっぱ一人乗りとかじゃないとあかんやっぱちょっときついんやろうね。いやでもじゃあ地上は危険ってことですね。そうまあそういうことになりますよね。地上は危険。いや無理やな。逃げ切れる自信ある？絶対の無理です。とりあえずじゃあ収まるまで待とうか。その間なんとかなるかっていうなるかもしくはちょっと銃が撃ってるところ行こうか。銃が撃ってるところ戦う？ちょっと狩猟やってるところとか、今大阪の近くで言ったら岡山県とかかな。いや言うて距離ある。岡山県とか行ってちょっと銃探しに行こうか。豊中もあるかもしれない。あ、豊中もあるか。豊中もある。じゃあちょっともしかしたらあるかもしれない。行こうか。行こう。大丈夫です。別になんか買ったはいいものの BB 弾しか出ないとかないですから大丈夫です。大丈夫。買う理由さ、これ購入される理由は猟銃ですけど、ゾンビが来た時のために獣扱い売ってくれるかな。いやっていうかもうその時になったらそこも終わってるから。確かにそこも終わってるから。だから店主がゾンビになってたらもうおしまいですよ。武器を手にしたゾンビあるか。最悪。分かった。生き残るためにとりあえずモチベーションとしては自分がゾンビ映画の主人公やって思って行動したのかもしれない。まあ加田君はね。いややめて。そう思わんかったら頑張れへんやんやっぱり。まあそうですね。どっかでいっぱい映画とか見て予習するっていう。予習してそう気持ちをまず高めとく。主人公気取りか。そういう気持ちで。悪いこと言ってる今。そういう気持ちじゃないと戦えへんし。僕がこの世界の主人公だよ。いや言うて。そうなった時のモチベーションとしてじゃないけど。まあね。分かんないけど。ゾンビと思い出したんですけど、僕すっごい大好きなコントがあって、バナナマンさんの日村がゾンビになっちゃったっていうコントがあって、日村さんがゾンビウイルスに感染しちゃうと。で設楽さんは心配しながらも結局ゾンビだから若干 S な扱いをするみたいな。それで笑いが生まれてくるんですけど、その日村さんが感染した直後にまだ意識が保ってるうちに手紙を書いておくわけですよ。でもこれを読んでる頃にはもう僕は自我がなくなっちゃってるかもしれませんみたいな。でバーって書いててもう後半でだんだんうーってなって、もう書きながら感染しちゃったもんねみたいなっていうのがあって、それをめっちゃ思い出して、そういうパターンあるかみたいな。どういうこと？もうなんか感染したと分かった瞬間に大事な人への手紙とか書いておいて、何かあった時の遺書じゃないけどでも書き残しとく的なね。この世にはな、だってかゆいうまいがあるわけやから。いや伝説の書いてるから。確かに。そう他にもあるよ。ゾンビが逆にゾンビの状態から人間に恋してそうやねで理性を取り戻していくっていうのもあるから。復活できる？逆転の発想がある。恋で復活するの？そう恋で心臓がクンって止まってた心臓がそうトゥクンがトゥクンがほんまに起こってしまう映画ってこと？あるね。あんねん。それも結構面白い。面白い。それもなんか夢がありますね。タイトルわかるんですか？タイトル忘れちゃったな。またこれ放送された時に X で投稿しよう。ゾンビ恋で調べてる。そうやね。対策法としてはまず感染して自我が保ってるうちにまずその推しとか恋してる相手のことを近くにそうね思い出させるようにしとくっていう。感染したら恋をする。いやとりあえずトゥクンしたら復活するから。で自我がなくなった後でトゥクンができるような状況をまず作っといた上でっていう。リスクヒッチそこはね。ウイルスも死滅するぐらいのときめきが体にやっぱそうねエネルギーが心臓さえ動いてくれれば恋ってすごいな。恋ってすごいなというオチでよろしいですか？そんなバカそういう締め方でいいですか？恋って素敵やん。いや言いたいだけ。ということで今日ねゾンビがテーマでしたけど恋って素敵やんということで収まりましたけど。皆さんどう思われますかね？皆さん恋してますか？いやそんなことになる。違ったけどはいねそういうことでした。そういうことでした。面白い。恋って素敵やん。今夜のミッドナイトスナックそろそろお開きのお時間です。何の時間やったんですか？恋って素敵やん。いやそんな時間ちゃうやろ。ゾンビどこ行って？やっぱゾンビのことをいろいろ考えてやっぱり愛が勝つよねっていうことを改めて最後に改めて再確認する時間。最後に愛は勝つの？そういうことですよ。そういうことですよ。そういう第8回でした。第8回今のところ一番長いから。長いですね。よう喋った。めちゃくちゃ。いや一応喋った。
何でも聞いて俺のゾンビゾンビのこと聞いて。大好きやんけど。はい、ということでね、最後に番組からのお知らせです。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中です。感想はもちろん、あなたの知っているオカルトストーリー、都市伝説、オリジナルの怖い話など、ぜひ私たちに聞かせてください。投稿はハッシュタグ X&B をつけて X、インスタグラム、YouTube のコミュニティでシェアしてください。はい、この番組を気に入ってくださったなら高評価、フォローよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回のスナックタイムでお会いしましょう。皆さん、良い夜を。おやすみなさい。